動画をご視聴いただきありがとうございます。大手で働く29歳がストイックでもなければ怠惰でもない 1% だけの努力で理想の生活を探す毎週日曜17時投稿のルーティン動画です。チャンネル登録と高評価を倍プッシュしていただけると嬉しいです。ということで今週もよろしくお願いします。今週の朝ランニング開始です。朝ランニング毎週のようにしているんですが、私もブログ最近増量期に入りまして、年中増量期だった。というか増量キャンペーン中でした。まあいいです。ランニングしても全く痩せる気配がありません。めっちゃ食うのが悪いんだろうなと思います。けど食べることが最近の幸せなんで無理なんですよ。それは。あまり太ることにヤバさを今のところ感じていないのがやばいんですが、まだ大丈夫だろうを3万回ぐらい繰り返しています。さすがにやばくなったらライズアップでも出演してとんでもないビフォーを皆さんに見せつけようと思います。ということで今週もランニングお疲れ様でした。帰ってきたらもう中毒を超えて完全に体の一部になったコーヒーを入れていきます。毎朝欠かさず飲んでいるんですが、ちょっとした楽しみでもあるし、これを飲むことで作業開始のスイッチが入る大事なルーティーンです。今日は YouTube の分析とサムネ作成をやっていきます。なんだかんだ発信を2年続けてきましたが、なんか最近死ぬまでこれ撮り続けてもおもろいかなと思い始めていて、2年続けてきてなんでそう思えるんだろうって考えると、多分答えないパズルを解いてる感覚、これがずっと楽しいんだと思います。コンテンツを作って投稿してデータ分析をしてまた仮説を立てて、結果がどうこうじゃなくてこの作業の繰り返し時代が好奇心で始めたことなんですけど、気づいたら情熱になっていっているような感じで、我ながらなんか夢中になっているという感じです。あとは見てくれている皆さんの存在です。動画内のことについてコメントしてもらったりいいねもらったり、よくある話だと思いますけど、これはどこまで行っても正直嬉しいです。シンプルに元気が出ます。オチはないんですけど、そういう理由でこれからも地道に続けていきたいと思います。春に着るもの、そう明るいインナーです。上はレザーの A2 ジャケットを着て古着ミックスで上品に落とし込む、そういう服装が好きです。ファッションに興味を持ったきっかけは中学高校ですが、特にどっぷりハマったのはバイト代など自由な金が増えた大学生です。大学の友達にめっちゃおしゃれな人っていませんでした。田舎から出てきた僕は、うわやべ、こういう感じになりたいって思ったのがファッション沼への入り口で、おかげさまで大沼小沼もいいところで無事ファッション沼にどっぷりとハマっています。そんなこんなであんたどこ来たのという話なんですが、実は最近左目の奥がえぐられるほど痛い現象が起きていて、あまりに痛いもんで病院に来ました。どうやら群発頭痛という、何それ美味しいのという頭痛だったらしく、お医者さんからも痛いのに耐えてた、それはねもうちょっと早く来ましょうみたいな感じでした。後から調べてみると世界三大激痛の一つらしく、自分もさっさと病院行けばよかったなと思いました。皆さんもあまり無理せず違和感あったらすぐ病院に行きましょう。無事に診察と処方が終わり、せっかくの大阪駅、美味しいご飯を食べて帰ろうと思い、なかなか来れなかったビブグルマンに選ばれている麦と麺助というラーメン屋さんに来ました。そうやってなかったやってなかった。残念ながら臨時休業のようで、涙ながらに戻りたいと思います。でも問題ありません。最近もう一つハマっている食べ物を皆さんに紹介します。皆さんサブウェイ行ったことありますか？サブウェイってめっちゃうまいんですよ。とにかく嬉しいのがやっぱり野菜とタンパク質をしっかり取れるということですね。あと罪悪感をほぼゼロにして食える食事、どこまで行ってもこれが最高と言わざるを得ない。皆さんに最後お伝えすることは何と言ってもこのコーンスープです。食レポは下手なんで簡単にお伝えすると、うますぎるコーンスープです。このコーンスープは毎週飲んだっていいというかバケツ一杯飲みたい。はい、ということで帰宅しました。今からねちょっと部屋のこの部屋周りを整理していこうかなと思います。特にね今自分が一番整理したいのがここなんですよ。このありさまですよ。これ建築力を持ってない雲ぐらいのねこのクオリティがもうここに張り巡らされてるわけなんですけど、これねちょっと本当にどげんかせんといかんなと思ってて、いろいろとね整理グッズを買いまして、あと一旦ねこのね超強力磁石付き10口タップ、これとスマートデスクの天板に挟むだけで簡単セット取り付け、ケーブルやルーターを浮かせて収納ということでね、このね分かりますか、この感じということで
春といったら整理整頓の季節。デスク下のコード配線をきれいにしていきます。完成したわけなんですけど、一つ本当に分かったことは、僕はね、整理整頓が苦手だったということを今思い出しました。はい。これ限界ですね、僕の。はい。なんかちょっとなんか許せないぐらいの整理整頓なんですけど、ちょっと、こんなもんかなって感じですね。はい。ちょっと来世に期待ですね。ということで現場からは以上です。デスクの整理整頓を終えたら、今日も少しだけ作業していきます。自習室の着席ボタンを押して今日も爆走していきます。やることは変わらず同じ。今日は仕事の勉強を地道に続けます。土曜日とはいえ少しぐらい前進したっていいじゃないか。この後めっちゃだらけるために今のうちに貯金をします。こういう地道な時間をいけると思ったタイミングで積み重ねる、モブ人間なりの勉強貯金の仕方です。貯金をすぐに崩す男、宣言通り無事いただけることにします。今日はそんな感じの一日でした。いつものナイトルーティンで締めたいと思います。ということで1日目お疲れ様でした。おやすみなさい。8時18分起床。おはようございます。2日目は仕事デーです。休み明けの体はめちゃくちゃだる重で、朝のランニングサボりたい気もしますが、こういう時こそ逆にエンジンをかけに行くのもありかなと思い、朝のランニングで今日はロケットスタートしていきたいと思います。今日も京都で来ました淀川沿い。最近曇り空ばかりです。曇り空を見ているとなんとなくすっきりしない感じ。何かを見て自分の感情が左右される人間には天候が一番重要なパラメータなのかもしれません。早く青空が見たい。今日はさらに風がめちゃくちゃ強かったです。ちいこいチワワくらいなら飛んでいっちゃうんじゃないかなというぐらいの強風をかき分けて、風があると走る時の強度が上がるので、むしろいいかも、ラッキーくらいに思って今日も理想を求めて一歩ずつ歩を進めたいと思います。こっからはさらに体を仕事モードにするための儀式。プロテインとコーヒーを入れて、休み明けでどう考えても週休8日は必要だろうと言っている寝ぼけた脳を叩き起こしてスイッチを切り替えていきたいと思います。ということで仕事頑張ります。昼休みの時間です。最近美味しさを再確認してドハマりしている酒茶漬けを食べたら、仕事の勉強をちょっとだけしていきます。真面目？いや隙間時間くらいしかやる気が出ないので、お恥ずかしながらこれはミジンコくらいの集中力の私のせめてもの反撃の映像です。はい、ということでお疲れ様でした。ちょうどね今ね頭痛が来てまして、私は群発性頭痛というものになってしまったということで、これがねちょっと痛くて、さすがに今ね薬飲んだんでぼちぼち良くなってくると思うんですけど、そんな痛みに耐えながらね料理やっていきたいと思います。ということで、ハールの動く城のテーブルに転がっていそうな成長玉ねぎくんを切り刻んで料理をしていきたいと思います。今日作っていくのは生姜焼きです。生姜焼き何度か作ったことあるんですが、なぜか今回はトンテキ用の肉を買ってしまいました。食品コーナーで記憶をなくしたらしく、このお肉しかないのでしょうがなくちょっと縦に切って無理やり作ったところ、厚切り肉がゴロゴロ入った小学生の夢みたいな生姜焼きが完成しました。いただきます。食べてみた感想は、こっちの方が食べ応えがあっていいかもという感じです。ご飯を食べたらオンライン自習室に着席して、今日もゆるくやっていきたいと思います。今日やっていくのはひたすら編集。最近編集用 PC の格付きがすごくて、そろそろ限界を感じています。限界 PC 君にまだいけるよなと言い聞かせて無理やり働かせている、まさに鬼畜ユーザー。本当に今までありがとうと思いつつ、そのうちお金があったら買い替えようと思います。それまではまだいけるよな。作業に疲れたらお香を焚いてリフレッシュします。ゆるくやっていると言っていますが、これは手を抜いてるんじゃなくて、全力でやろうとするとすぐに体調を壊すので、8割くらいの力で、すいません、6割くらいです。そのくらいの力を込めてストレートを投げています。ミットに届くまで12光年ぐらいかかるかもですが、それでも続けていたらそのうち届きます。そんな精神でストイックでもなく怠惰でもない緩めの温度感で続けていきます。ということで皆さん2日目もお疲れ様でした。今日も疲れを癒すためにナイトルーティーンで体をしっかりオフモードにしてゆっくりと寝たいと思います。皆さんおやすみなさい。
3日目、七力翔。目覚めました。私、最近の低たらくの中では金メダルを受賞してもいいんじゃないかってくらいちょっと早く起きれました。度重なる長時間のデスクワークで体中凝り固まっていて、これは疲労回復に良くないと思い、最近整体に行ったんですが、そこから体の作りが取れやすくなっている気がします。今日の目覚めもそのおかげかもしれません。なんていうプラシーボは一旦その辺に置いといて、今日は動画に声を入れていきます。朝ってなんであんなにこいつ今起きたなみたいな声が出るんですかね。あれやめてほしいんですけどやめられないので、毎回声を入れる前にちょっと発声練習するという29歳。我ながら明らかに不審者なので、この部屋に封印して黙々と続きをやります。25分集中して5分休む。些細な好奇心を頼りに進む29歳の朝、0から1への挑戦。その距離がどれほど遠くてもこの発信をいつものスタイルで続けていきます。この仕組みの上で踊り続ける限り、私の物語はまだまだ続いていきます。ということで帰宅しました。ということでこちら大相撲360を買いました。多分全部カットしてると思うんですけど、この喋り韓国にねちょっと旅行行こうかなっていうところで、いい感じの映像をね、いい感じに撮っていい感じに皆さんにお伝えできたらなと、趣味ながらに思ってるという感じです。ということでこちらね、ステッキなんですけど、こんな感じでね、ステッキにつけてこういう感じです。こんな感じでね、ちょっとこうやってね伸ばしてリーチも長くできるんで、結構ねリーチを長くして戦いたい時とかにはやっぱこういう風な感じで戦うのがいいのかなと思ってますけど、一体このおじさんは一人で何をやってるんだろうの会会長のモブログです。今度韓国旅行に行くので、同じテイストで動画にしていけたらなーなんて思っています。カメラの設定をしたら午前の続きに入ります。仕事終わりは脳が逆に冴えていて、思いのほかかなり進めることができました。そんなハッピーな気持ちで作業を終えたら即夕食へ向かいます。平日は4日間必ず自炊をしますが、最後の金曜日は外食するというのがマイルール。そこでは好きなものを食べる。1週間ぶりのビール、染み込んできやがる。体にいつものかわかりませんが、茶番劇は置いておいて、今週も本当にお疲れ様でした。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ストイックでもなければ怠惰でもない、地道なモブ人間のルーティンはこれからも続いていきます。ということでまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。